ごきげんよう、あすママです。今回はスピード重視で簡単なレビューです。後日アレンジやルーティンなども交えてアップしますので、チャンネル登録もお願いします。レシート順にご紹介します。アルプロオーツミルク砂糖不使用 250ml が18本、1898円から200円オフです。気に入っているので何度もリピしています。1本あたりは 94.3 円。原産国はタイ。賞味期限は来年の2月です。富士山麓四季の水2リットルが6本で318円です。1本あたりは53円。賞味期限は2024年の8月です。これも気に入っているのでほぼ毎週買ってます。アメリカ産ビーフチョイス焼肉セット肩ロースとミスジ3621円です。100g あたりは298円。お肉が多めのを選んできました。お肉はロースとミスジの2種類、タレも2種類、もみだれとネギ塩だれが入っています。加工日は昨日、消費期限は9月10日です。加工日含めて3日間ですね。チキン&ベーコンシーザーサラダ998円です。少しずつ変化していますけれども何度もリピしています。グリルチキン&ベーコンの下にはロメインレタスがたっぷり、トッピングにシェイプパルメザンチーズ、そしてシーザーサラダドレッシングがついています。加工日は今日、消費期限は明日までなので加工日含めて2日間ですね。明治 R1 ドリンク低糖低カロリー12本1268円です。明治さんの配達をやめてしまったのでコストコで買うことにしました。卵アレルギーでワクチンを打てない娘が毎年インフルエンザにかかってたんですけれども R1 を飲むようになってからインフルエンザにかかったことがないです。あくまでも個人の感想です。はい。明治さんのお話では宅配の瓶入りと市販のペットボトル入りのとは微妙に成分が違うらしいんですけれども今年はこちらを続けようと思います。1本あたりは 105.7 円。製造は埼玉県。賞味期限は9月20日です。シャウエッセン 1150g 入り1458円から100円オフです。久しぶりに買いました。ちなみに昨年は 1020g で1290円で購入しました。賞味期限は9月22日、2週間ですね。海鮮カルグクス2人分が3袋1580円です。1食あたりは263円。常温の即席麺ですね。海鮮スープのうどんかな。原産国は韓国。賞味期限は来年の2月です。エンドウ豆クラッカーピンクソルト味 240g 入り698円です。お菓子コーナーの新商品です。原産国は韓国。賞味期限は来年の5月です。焙煎ごまドレッシング1リットル入り698円です。製造はキューピー東京都ですね。賞味期限は来年の5月です。スパニッシュブレッド2種類998円です。週末限定の新商品となっていますが再販です。オグラドールラウンドブレッド、バックウィートブレッド、キヌアブレッドの3種類のスパニッシュブレッドの中から2つ選択します。同じもの2つでも OK です。オブラドールラウンドとバックウィートを選びました。加工日は今日。消費期限は9月11日、あさってです。加工日含めて3日ですね。光無添加円熟 1.8kg 入り598円から100円オフです。賞味期限は来年の2月です。お味噌は冷凍してもカチカチになりません。1.8kg が多すぎるなら冷凍をおすすめします。製造は長野県です。アーモンドアソートパック1598円から240円オフです。初購入です。ハニーバター、わさび味、焼きとうもろこし味、ガーリックバターの4種類。それぞれ 10g 入りが10個ずつ入っています。1パックあたりは34円です。
原産国は韓国。賞味期限は来年の12月です。キャラメルフラン1798円から200円オフです。先週買わなくてよかったですね。200円お安くなっていました。ほろ苦の焼きプリンですね。カラメルの染み込み具合が薄いのから濃いのまでいろいろあったので、中間のを選んできました。加工日、解凍日だと思うんですけれども、表示はありませんが、消費期限は9月11日、購入日含めて3日間です。もう一つケーキを買っちゃったので、こちらは再冷凍になってしまいますが、冷凍します。グレープフルーツスコップケーキ2198円です。新商品です。コストコでグレープフルーツのスイーツは初めてかも。ホワイト&ルビーのグレープフルーツシロップ漬けの原産国はトルコ。クリームもいつものクレームシャンティとラズベリークリームの2色使われています。加工日の表示はありませんが、消費期限は9月11日、購入日含めて3日間です。ここからはフードコートのレビューです。今年も登場マンゴースムージー270円です。30円値上がりしています。スムージーは 400ml 入っていました。コストコのスムージーは旬の規格外の果物を利用してお安く提供しているとのことです。マンゴーの種類は分かりませんが、マンゴーの味わいそのままをシャリシャリスムージーでさっぱり爽やかに仕上がっており、とても美味しいです。マルゲリータピザ1880円です。9月になりハワイアンピザからマルゲリータに変わりました。直径は44センチくらいです。デリカコーナーのチルドピザより大きいです。ちょっとね、焼きすぎ感で、見本とはね、全然違うので、中身を確認してくださいって言われた時に、もうね、違いますって言いそうでした。1時間かけて持ち帰ったせいもありますけれども、いつもより生地が硬くて、もうナイフでは切れませんでした。やっぱりね、焼きすぎじゃないかなと思います。ガーリックが香って食欲をそそります。カットトマトも入った酸味の効いたトマトソースはほんの少しピリッと刺激があります。刺激に慣れた大人にはわからないレベルかな。モッツァレラはびっしりと散りばめてあって、これは温め直せばまたとろっとします。バジルソースはしょっぱめですが多すぎず適度にかかっていて、トッピングのバランスはとても良いと思いました。ホットドッグミール180円です。パパと娘の分で2セット購入です。レディッシュと玉ねぎとマスタードとケチャップは自由です。ドリンクはおかわり自由です。持ち帰りなのでドリンクおかわりしたことないんですけれども、パパはペプシコーラゼロ、娘は抹茶オレンジです。値上げなしでずっと180円、助かりますね。毎週金曜日に購入したものをご紹介しています。詳しいレビュー編は随時アップしますので、チャンネル登録をお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。